円形の世界観には色味も明暗対比両方ほとんどなし。お元気ですか？スタジオ羽根です。今回はですね、円形の山々をどのような混色でどのように表現するかをちょっともうすでに実験してみました。要するに近くの景色から遠くの山までの間に空気の層があります。その空気の層が湿気を含んでいるのか、それともほとんど空気だけで軽い感じでカラッとしているのかみたいなところで変化が変わってくるのかなと思います。簡単に色を作れるわけではないんですけれども、もしも普通に市販されている色を単独で混ぜていった場合と、混色で作った場合を、比較して、分析できたらなと思います。いつもながら実験大好き。さあ、ではやっていこうかなと思います。近景と円形の山をニュートラルチントで変化をつけていこうかなと思います。ニュートラルチント、緑の山足すニュートラルチント、緑の山、さらにニュートラルチント、さらに水で薄めたニュートラルチント、ちょっと緑混ぜてます。こんな感じですね。少しグラデーションとして水の量を変えてますが、ニュートラルチントを使うとこんな反応になります。続いてグレーオブグレー、近くは緑の発色きれい、遠くの山にニュートラルグレー、ニュートラルグレー、ニュートラルグレー、少し緑色。はい、こんな感じになりました。明るいですね。少し灰色でくすませているのと、ちょっと暗めの青色っぽく反応する色混ぜるとこんな感じの違いが出ます。で、次にコンポーズブルー、何書いていきましょう。青みのグレーと、さすがに4つ書くと少し変化をつけたくなりますね。山の色に、山が緑色、これぐらいの色だったとして、それにコンポーズブルーを足していきます。で、水で薄める。さらにコンポーズブルーをオイルにして水で薄める。一番最後はもうコンポーズブルーの薄めでいきましょうか。こっちは混色のグレーを使っていきたいなと思います。ウルトラマリン、クリムゾン、紫、少し青めのグレー、この濃さかな。はい。で、それに緑を足して、それに少しずつ水を薄めて、よいしょ。さらにもうグレーを水で薄めた感じ。はい。こんな感じですね。それぞれ遠くの山を描いていくというところで、分かりやすく無理やりこれらの色でやってみました。無理やりなんだけれども、少し季節感が出てくるのかなと思いました。手前の風景はあまり変化をつけずに描いたので、全部春とか夏っぽい感じに見えますけれども、山だけ見ると青みのグレーで作っていくと、もう少し冬のイメージに僕には感じます。グレーオブグレーで混色するとこんな感じで、穏やかでありながら力強さっていうのは残るのかなと思います。ニュートラルチントにすると少し深い感じがしますね。コンポーズブルーだったら少し
明るく、そして色味が強い感じがします。ちょっと無理があるのかなと思いました。場合によると思うんですけれども、基本的にこの混色、青みのグレー系の色を混ぜて鈍らす。それが大切になりそうです。近くの風景と奥の山、その間に空気の層がありますね。その空気の層を、少し青みがかった感じ。それはもう晴れている日、曇りの日で雰囲気変わってきますね。大気の水を含む量などで。で、それらを見た時にどのような感じに見えているのか、みたいなところ。そして近くの色がその空気の層によって色味を失っていって、そして細かい情報が見えなくなっていく。それらを表すというところになります。じゃあ実際に1枚描いていってみたいと思います。状況は少し寒いお国で、空気が澄んでいる感じ。そしてとても離れた遠くの山と近くの景色描いてみたいなと思います。こんな感じになりました。少し秋の雰囲気をこちらで出させていただいて、で、遠くの山はもうほとんどグレーに近い状態にしてあります。なので空気、大気がこちらとこちらではすごく遠くにあるというところが表せれたらいいかなと思いました。光の当たり方、明るいくらいははっきりしましたので、みたいな昼の光みたいなぐらいで考えて描いてみました。そして遠くの山にも明るいところ、暗いところあるんだけれども、空気の層があるので、明暗も少ない、色味も少ない。これらを表してみました。そういったところ、もう一度皆さんと共有できたらいいかなと思って動画を作りました。さあ、お役に立ちましたでしょうか？皆さんもぜひ試してみてください。そしてどの色を使えば、どのような感じに、描き上がるのかを、もうこれだけじゃないです。まだまだたくさんもう無数に無限にあります。ですが、こういうふうに考えて描いていけば、おのずと自分の好きな色、好きな混色で好きな感じで作るの練習になると思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、どうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルは奈良にある絵画専門空間スタジオ&ギャラリー羽が母体となって配信しております。ご視聴いただく皆様のお役に立てるよう学びたい分野別の再生リストを作成しておりますのでご活用いただければ幸いです。初心者の方は再生リスト、構図、色彩学からのご視聴をお勧めいたします。また、絵を学びたいけど近くに教室がない、できれば家で学びたいという方に向けてYouTube メンバーシップも配信しております。教室で行っている人物、風景などのデモンストレーションや基礎からより深掘った内容の授業をメンバーシップ動画として配信しておりますので、さらなる学びにご興味のある方はぜひご活用ください。私と一緒に素敵なアートライフを楽しみましょう。スーさん、今日晴れてよかったね。だって今日はスケッチ会なんだもの。だから昨日まで雨降ってたからさ、本当によかったよね、スーさん。スーさん、なんか頭になんか生えてへん、スーさん。スーさん、なんか硬そうやし、2.5頭身な気するけど。なあ、こっち。いた。スーさん。よかったね、スーさん。晴れたわ。晴れたね。今日は、平城宮跡に来ています。こんな風にね、船の、再現したレプリカがあったり。薄い情報。あれなんよ。チェアリングの皆さんと、一緒に企画したので、チェアリングの方々がベースのところに基地みたいな感じで、ゆっくり
まったりされてるんで、ゆったりまったりチェアリングされてるんで、でそこに、僕たちはスケッチしながら休憩したい時にそこに戻るみたいな形式でやりたいなって思って。それはすごく楽しそうですね。いいですね。まったりしながらスケッチもしてなんて贅沢なんだろう。今日はよろしくお願いします。お、なんやかっこいい車があるで。これがスーさんのミレニアムファルコン号なあ。スーさんパンチングかぶってるわこの子。手間なるんよやっぱり。そうやって開くんや。そんなん入んねや。いるんで便利。便利や。パンチングすごいな。ここからでっかいメガネケースに。言い方でだいぶ印象変わるよ。ドンと構えてくれてるから須田君もかけたらなというところで1枚ぐらいは皆さんチャレンジしてみてください。さっき巡回の時にお話しさせていただいたと思うんだけれども、こうやって広場あるじゃないですか。木がどんどん生えてるんで、それで山があって建物ちょびっとしか映ってないっていう状態ですよね。でこれだったらもう建物は絶対メインじゃなくて添え物になってくると思うので、あんまり力入れなくていいですね。じゃあ建物を除いたら次若草山が主役になるのかっていうと、大した主役にはならないですよね。だから大変どれが主役なんだろうと思ったら、やっぱりこの広い空間っていうところがめちゃめちゃ大事になってきます。じゃあいつものように3分割コースで考えてみましょう。3分割コース、よいしょよいしょよいしょ。で大体ここら辺に添えるかここら辺にするか難しいところですけれども、広場をメインにしていきたいと思うので、ここら辺に広場がドーンと来てくれたらいいですね。じゃあここでいいです。山はここでいいです。山はここでいいですね。でもしもペンとか鉛筆で書く場合だったら、ここに、力点をしっかりと角平城宮跡の朱雀もしっかりもらっていって、でここでもう全て話終わりですよね。ここに木があるから。でもこれの建物のこれだけに依存しましょう。これだけでもうこれがどんな建物なのか分かるような感じで。私息切れしてるのは今バッテリー上がった車を助けててちょっと遅れました。これでここがしっかり主役になったので脇役になってくれたと思うんですね。でじゃあ次はこの状態で、色依存で描いていく場合、色置いてみましょう。そこの建物みたいなのがちょっと感じられる程度に塗りつぶしていきます。これで区切られましたね。ここの空間が作られてきました。もらっていきます。このままの色をこっちに反射させてもらっていって依存させます。ここ地面もうちょっと暗がり欲しいところもらっていきます。もらっていってここで複雑に白っていう面を分割させたんでややこしくなったでしょ。ややこしくなったらこっちのもんなんで、何にもない広いところにもうこのあるものをリズムとして使った場合です。太いのもらっていきましょう。太いのと細いのでいきます。太いの入りました。太いの入ってまた太いのでこうガンガン上がっていきますね。上がりましたね。でここからが細の出番なんですけど、ここのアウトラインに面白みが欲しいので、出っ張り細かいパーツもらう、手すり出っ張り、このアウトラインで多分もうなんか建物に手すりあるなって見せれると思うんで、そのまま残しておきます。でこのまま、今回は、チェアリング協会の皆様と一緒に、合同でコラボさせていただきました。代表のニノさんですね。ニノさんこんにちは。こんにちは。今日はね、新しい公演というか春からの公演でね、6ヶ月ぶりかな。6ヶ月ぶりですね。で、新しいコラボで、ありがとうございます。打ち合わせ何回かさせていただいて、雨降るのかな晴れるのかなともあったんですけど、晴れました。
あとちょっとね別件サプライズがありますんで、はい、別件でまたお話しします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。